こんにちは、滝です。今日話すことはちょっとびっくりするかもしれないんですけど、漢字っていうのは書けなくていいです。読めればそれだけで十分です。今日はその理由と、どうやって漢字を身につけたらいいのっていうことについて話をします。で、正直に言うと、僕も漢字は書けないです。もちろん、全く書けないわけではないんですけど、日本人なのに書けないのって思う人いるかもしれないんですけど、これ僕だけじゃなくて、ある調査によると、89%の日本人がスマホが普及してから漢字を手で正確に書く力が衰えたと回答してるそうなんですね。だから9割近い人が書けなくなっていると感じてるんですね。で、さらに48.5%、およそ半分ですね。半分の人が最近漢字を思い出せないことが増えたっていうふうに回答しています。つまり、日本人も漢字が書けなくなってきているんですね。だからネイティブでさえそうなのに、外国人の人が漢字を書けないっていうことを気にする必要は全くないです。でも、日本で生活したら困りませんかって思うと思うんですけど、手書きが必要になる場面っていうのは実際にほとんどないです。必要になる場面は、例えば病院の問診票だったりとか、役所の書類、あとは宅配便の受け取り、だいたいこれぐらいなんですけど、しかもこれ全部住所と名前だけ書ければほとんど問題ないです。問診票とか書いてる時にもしわからない漢字が出てきたら、スマホで調べたらいいわけですよね。だから書けないと日本人にバカにされるのではって心配してる人もいると思うんですけど、外国人が漢字を書けなくても日本人は何にも思いません。で、僕自身も書けなくて困ったことっていうのは一度もないです。でも書けないことより読めないことっていうのがずっと不便で、正直読めないと生活がきつい場面っていうのはたくさんあると思います。だから勉強する時間は全部読む時間に使った方がいいと思います。で、どうやって漢字を読めるようにしたらいいのっていう話なんですけど、これが漫画を読むことです。で、これ僕自身の話なんですけど、小学校の頃、漢字の勉強があるわけですよ。でも僕はほとんど漢字の勉強を真面目にやったことがなくて、先生とかに怒られて同じ漢字を何十回も書かされたっていう記憶はあるんですけど、今考えるとあの書いてた時間っていうのは本当に意味があったのかなっていうのは今でも疑問なんですよ。だって今手で書くことなんてほとんどないわけで、でも実際僕は今漢字が読めます。で、不便に思ったこともないです。これはなんでかっていうと、僕は子供の時から漫画とか本をたくさん読んでました。ドラゴンボールとかドラえもん、あとは歴史の本とか科学の本ですね。好きな漫画っていうのに漢字が出てくるので、それで何度も何度も同じ漢字に出会ううちに気づいたら読めるようになってたんですね。で、実際これって勉強したっていう感覚が全然なくて、少年ジャンプとかもそうですけど、漫画には全ページに振り仮名がついてるんですよ。少年ジャンプっていうのは、ワンピースとかドラゴンボールとかそういう漫画を連載してるところなんですけど、これが漢字の形っていうのと読み方を一緒に学べる、僕は最強の教材だと思ってます。だから漢字ドリルでもし何回も書いてる人がいるんだとしたら、その必要はなくて、好きな漫画をたくさん読んでください。それだけで日常漢字、日常で使われる漢字のほとんどが覚えれると思います。で、これなんで漫画で漢字が覚えれるのかっていうと、単純な繰り返しで覚えた情報より、文脈、文の中で出会った情報の方が脳に残りやすいんですよ。
だから漢字ドリルで覚えた漢字っていうのはすぐに忘れちゃいます。でも漫画で出会った漢字っていうのはそのシーンとか感情と一緒に記憶に残るんですね。あの場面で出てきた漢字だとかいう記憶っていうのがくっついてるので覚えやすいんですよ。毎日使える時間が100あるとして50を読みの時間で50を書きの時間に分けるよりは100を全部読みに使った方が圧倒的に効率がいいと思います。書く練習っていうのは後からでいいし、正直だからさっきも言った通り書く必要っていうのはほとんどないんですね。しかもほとんどの大人が書けないまま普通に生活できてます。僕も書けないけど全然生活はできてるわけですよ。でも漢字で大事な力っていうのが3つあって、1つ目が見て意味がわかること。雨ってあるじゃないですか。天気の雨。天気の雨っていう漢字を見て、あ、これは天気の雨のことだってわかることですね。1つ目が。2つ目が見て音がわかること。雨っていう漢字を見たときに、雨っていうのはどういう発音をするのかっていうのがわかるっていうことですね。3つ目が、例えばスマホで雨って打ったときに、その変換がたくさん出てくるわけじゃないですか。その中で、この天気の雨っていう漢字を選べる能力。この3つがあれば、日常生活はほとんど全部対応できると思います。で、その後に手書きの練習っていうのをしたらいいと思います。で、ちょっと話変わるんですけど、もちろん漫画を読むときは振り仮名がね、あった方がいいと思うんですよ。でも僕のポッドキャストには振り仮名をつけてないわけですよ。このチャンネルね。これなんでって思った人いるかもしれないんですけど、これには理由があって、読むときには振り仮名は助けになります。でも、この声を聞きながら見るときっていうのは振り仮名があるとみんな振り仮名を読んでしまうんですね。振り仮名を見ながら自分の頭の中の読み方で読んじゃうと、もしその読み方っていうのがネイティブの実際の発音とかイントネーションと違ってた場合、振り仮名で覚えた読み方っていうのが邪魔になるんですね。例えば、東京っていうのは振り仮名でとう、きょうって書きますよね。そうやって覚えても実際にネイティブが話すときは東京って言います。だからこれは実際のネイティブの発音とは違うわけで、この文字で覚えた読み方っていうのと実際の音が一致しないと会話の中で聞こえてきた時に全く聞き取れなくなります。だから音声を聞くときは振り仮名に頼らないでください。ネイティブの音を聞きながら漢字を目で見る。それでこの音はこの漢字なんだっていうのを理解しながらやってみてください。で、漢字を覚えるのにもう一個強力な方法があると思ってて、それが日本に来ることです。これは何でかっていうと、歩いてるだけで漢字に触れる機会っていうのがたくさんあるんですよ。だから読まないと生活できない環境に入るっていうことになるんですね。僕もカナダにいた時に、英語が至るところにあったので、もうね、看板とかメニューとか、美術館の説明もそうですけど、もう全部英語だから、読めないと何にもわかんないんですよ。だからこれ何なんだろうって思うたんびに、単語をスマホで調べて保存してたんですよね。で、調べた単語っていうのが、後からいろんな場面で出てきたんですよ。それで、あの時調べた単語だってなって、そういう時の記憶ってすごく覚えれるじゃないですか。だから、ね、すごくいい勉強になるんですね。そんなこと言われても日本になんて来れないよっていう人がほとんどだと思うんですけど、そういう時は、スマホの設定を日本語にするとか、好きなゲームを日本語でプレイしてみるとか、
そういうやり方で日常的に漢字が入ってくる環境っていうのを意図的に作ってみてください。だからこそこの漫画っていうのはその中でも最強のツールだと思います。この漢字なんだろうっていう疑問がね、その作品の中で生まれてきて、その疑問が記憶を強くするんですよ。アニメとか漫画とか日本は豊富なので、たくさんね、コンテンツが揃ってるから、これだけね、言語学習にいい環境っていうのは他の国であるのかなって僕は思うんですけど、だからみんなもそういう感じで、漢字の勉強、漫画を読んだりして漢字の勉強をしてみてください。じゃあ今日も聞いてくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあまた次のエピソードでお会いしましょう。またね。